皆さんこんにちは。島田マシンツールチャンネルです。今日は8軸自動板の特定ワーク加工編ということで、この8軸自動板でニコドリ仕様でいかに最速のスピードで加工するかというテーマで今日もお送りしていきたいと思います。使うのはですね、当社の NC タイプ8軸自動板。これを2個取りしようということですので、1つのサイクルで2個の部品を投入して、完成したら2個の部品が一度に出来上がるという加工方法になります。ですので、例えばですけど、サイクルタイムが10秒であれば2個完成しますので、1個あたりは5秒というような加工方法になります。これは加工内容が比較的シンプルだった時に、8軸自動板っていうのは8個のステーション持ってますから、実際8も必要ないと。4ぐらいのステーションで加工が終わってしまうよということであれば、8軸自動板を4と4に分割するんですね。それによって1つのサイクルで2つの材料が投入される、2つが完成するということで、だからサイクルの半分が1個あたりのタイムということになります。実際じゃあこの機械で加工している部品について説明していこうと思うんですが、今回はですね、小さい部品で、これは自動車部品で OV プランジャーとかって言われてるような部品らしいんですが、こちらが材料です。こちらが完成品で、どう変わってるのっていうと、この完成品の単面とその外径のところがこれちょっと斜めになってるんですね。テーパーに削られてるんです。ですので NC スライドによるその単面外径切削と、そして中心にもうこれ僕もう老眼なんであんま見えないんですけど、すごく小さい穴と、さらにそれを精度がうるさい部品なので仕上げるための穴加工と、それだけ加工してるんですね。でこの1台の機械で実は2種類の部品加工してまして、こっちも小さいですけど、もうちょっとだけ長いですけどね。これも同じく単面とテーパー部分削って粗加工と仕上げ加工で穴を2段階で加工しているという、そういった部品になります。では実際にどういうふうに材料を機械に投入して加工して排出されていくかについて説明していこうと思います。これがですね、材料をストックしている、パーツフィーダーとかボールフィーダーと呼ばれるようなものなんですが、今回はとにかく部品が非常に小さいので、ある程度このパーツフィーダーが満杯になるぐらいまで入れると15000個とか2万個ぐらい入るらしいんですけど、材料を整列させてここにたどり着いて、そこから空気の力でバッとこう吹きかけて、そしてこのコイがですね、滝を登っていくようにチューブの中を材料が通って、そして機械の中に投入されてきます。1台のこのパーツフィーダーから2つのルートに材料を供給しているものですから、ここにちょっとこう切り替えるような機構があって、この辺りのシリンダーで部品がこの手前のルートを駆け上がっていく時と、シリンダーでカチャッと切り替えてあげて、今度はこの奥側のルートを駆け上がっていく時と、2つに切り替えながらやってるんですね。ただこれ実はサイクルタイムが4秒の仕事ですので、4秒の中で切り替え、そして2個のワークを供給しているといった、そういった仕組みになってます。それで、今4秒って言ってしまったんですが、1つのサイクルワークが2個出来上がるので、1個あたりで言えば2秒ということになるんですね。そこで実際この機械でその4秒の間にどういったことが行われてるかっていうと、これがいわゆるそのローダーという材料を機械の中に投入してあげる装置です。これが下に下がって2個取り仕様なので、同じものが要は2個ついてますから、これが材料をチャックの中に押し込んであげる、そういった装置です。で実はこれも押し込みをしながらも同時に長さを測定してしまっています。っていうのは、今回2種類の対象部品がありますので、全長が違うものですから、ちゃんとそこで違ったモデルが混入していないかとか、あるいはチャックだとかそのバリだとか切り子だとかが絡んでしまって材料が変に浮き上がっていないかとか、そういったことを押し込み装置で同時に測定もしています。ここで測定および押し込みが終わったら、次は時計回りでですね、向こう側にテーブルが割り出されるんですよね。その時に刃物がついてますけど、これとこれが、同じ動きをするんですが、単面と外径を削っている。さらに同じポジションでここに粗加工の方のこのドリルで加工している。この NC スライドもこちらの正面側のスライドもどちらも NC 制御ですので、ちゃんと同じポジションであ
りながらも、このドリルと外形切削の刃物が干渉しないようにはちゃんとプログラムされてます。これが終わったら次は下にある2つのステーションに移りまして、仕上げのドリルを加工してあげてるよと、こういったことになります。今回穴がすごく細いんですよね。外径でも 1.3 ミリとか 1.5 ミリとかそれぐらいの穴系になりますので、非常に高い回転数が必要ということで、旋盤的なワークを回転させてあげながらも、刃物側も同じように回してあげて高い回転数を確保しているということですね。ここまで来ると加工としては全て終わりますので、青い四角のパイプがついてるところがありますけど、ここで完成部品を受け取って排出される、このコンベヤーを通って機械の右側面の方に出ていくという、そういった仕組みです。加工内容はここにちょっとプログラム出てるんですけど、このプログラムが正面側の、要はドリルが前に出て加工し終わって出てくるっていうプログラムですけど、ものすごく短いプログラムですよね。たった4秒でほんとシンプルな動きしかしてないので、この程度のもう加工プログラムになってしまいます。座標が送り速度が書いてあってとか、もうそれぐらいのもんですね。今度クロス側から単面外径を加工している方の NC のプログラムなんですが、これもこの程度の非常にシンプルですね。主軸回転数が2600回転でとか、座標が送りが書いてあってでプログラム終了、これぐらいの短いプログラムで済んでしまいます。だから使う方としてはもう大して難しくなくてシンプルで済むと思います。クロス側も NC、正面側も NC、そういった機械です。では実際に動いているところをご覧ください。多軸自動板ですから、全てのスライドは同時に動きます。4秒の間に次から次へと部品が供給されていきます。4秒おきにテーブルが1回回りますが、テーブルが1回回るごとに2個のワークが完成されて排出されていきます。このように普通に G コードで動く NC 旋盤です。でもサイクルタイムの方は1個あたり2秒で加工できてしまいます。普通の NC 旋盤だったらどの程度時間かかるのかなって考えると、例えばワークの排出と材料の投入、つまりローダーとアンローダーで例えば5秒で出来上がったとしても刃物を3本使いますし、サイクルタイムでいうと15秒とか20秒ぐらいにはやはりなってしまうと思います。かたやこの機械っていうのは1個2秒で出来上がりますので、生産性で言えば8倍とか10倍ぐらいですので、この機械で1台で済むのであれば、普通のシングルスピンドルの NC 旋盤を並べるとなると8台とか10台並べなければいけないという、そういったことになってしまいます。普通の NC 旋盤ではもう勝負になりませんよね。生産性とは結局のところ、より多くの数を上げていくことでしか上げることはできません。生産性を上げたいのなら、例えばツルハシではなくブルドーザーで工事現場を整地していくべきですし、火縄銃を一発撃ってでおしまい、次の火縄銃をまた使ってとかじゃなくて、たくさんの方針を持つ機関銃でも一気に何発も連続でどんどん撃っていく、そういった方法でなければ画期的なその生産性アップっていうのはできないと思うんですよね。生産性を上げるとは資本を投下して時間あたりとかスペースあたりとか、あるいは同じ人員でより多くの成果を生み出すことです。もし投下資本や労働の量を変えずに5倍の生産性を実現できたなら、単位労働コストは5分の1になったということになりますよね。これこそが資本主義の王道です。今日も島田マシンツールをご覧いただきありがとうございました。サイクルタイム2秒をも実現してしまう8軸自動板いかがでしたか？当チャンネルの方ではこの8軸自動板以外にもいろいろな機種とかいろいろな加工方法、いろいろな搬送方法について動画の方をアップしておりますので、そちらの方もご覧いただけますと幸いです。この動画を見て少しでも興味を持たれるようでしたら、ぜひチャンネル登録と高評価の方をお願いいたします。ありがとうございました。